今回は2022年7月から9月にかけて放送されたアニメ「リコリス・リコイル」の第9話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。俺は辛い、耐えられない。美しい、辛い。おえっぷ。この状態で1週間待つのきつすぎ。マジで話の展開わかんなくなってきたな。最後どうなるのこれ。前回めっちゃ笑ったうんこパンケーキを見ても、なんも笑えなかったんですけど、監督がさ、5分に1回笑える作品にしたかったって言ってたじゃん。2分に1回情緒が死ぬ作品になってるよ。どうすんの？今日の感想。クソ機関は千里の心臓をさっさと直して、崩壊しろ。全切れ。最後に人工心臓が入っているっぽいケースが映されなかったら、マジでおつやだった。おい、千里の余命ってなんだよ。聞いとらんぞ俺。余命2ヶ月。話数にしてみは、終わったな。やりたいこと最優先。食事の回数は決まってる。とかの発言から短命なのではって考察があったけど、マジで短命かよ。滝名、真島さん、なんとかしてくれ。私は寿命が短いから、やりたいこと最優先。やりたいこと最優先。そりゃあそうなるよな。それなのに、姫釜がさらに短縮してくれやがった。人工心臓を使っている体の方がダメになるのではなく、人工心臓側の耐久性の問題なのが救い。とりあえず、人工心臓さえ入手できれば、10年生きられる。滝名といれば何でも楽しいよ。とか言っておいて、DA 復帰おめでとう、よかったね。とか本当お前、自分の幸せ感情に入れてないのな。お前のことだよ錦木千里。おっぱいプルンプルン。やけくそ。地味に千佐吹きがあって嬉しかった。あの二人の話も掘り下げてほしさある。過去の話で吹きが千里に駆け寄ってたのが個人的に良かった。滝名殴ったのも仲間を危険にさらしたからだし、やっぱり根は優しいんだなって。一見全く動じてないように見える千里も、実は必ずしもそうではないんだよね。あんたはいつも通りね煽り運転にイラついてぶっ放す。窓の外を向いて表情を見せない。って描写で、いつも通りというわけではないことがわかる。適度にドライな関係で、大人の水木相手だから出せた部分でもあるだろう。それでも後半では言葉通り、受け入れて全力、のマインドに切り替わってそうなのがさすが。水木と千里の関係性もいいんだよな。なんやかんや頼れるお姉さんよこの人。なんやかんや、千里を見守ってきた人物の一人だからね。余命が短くなったことを、どこまで気にしてるのかわからないけど、滝名に意識させてしまったこととか、いろいろこんがらがって辛そうだなと。なので遊びに行きましょう。ここほんと嬉しそうでよかった。滝名、目に見えて落ち込んでたからね。それもあるし、滝名から誘われたってのも大きいと思う。千里からじゃないと、デートとか行かないだろうし。今回しおりまで作ってたからね。千里はそれだけで、滝名の思いが伝わって嬉しかったはず。最初から最後まで、ずっと泣きっぱなしだったんですが、滝名の心情考えると辛すぎるし、それと相反して、元気な千里も見てて辛い。特に、吉さんにハグから、ありがとうを伝えるところは、ほんと耐えられなかった。千里が、滝名の DA 復帰を改めて依頼したのは、自分がいなくなった後の滝名のことを考えなきゃ、望みを叶えなきゃって優しさなんだろうけど、全然わかってないのよな。当の滝名は 100% 千里のためだけに、DA に戻るというのに。おかしい、滝千佐はもちろん、吹千佐とかも、すっごい格たちの濃さを見せられたすごい回だったはずなのに、新ミカが強すぎて勝てない。やっぱり吉さんとミカが、千里のパパとママじゃないか。ミカとシンジの子供って、親代わりって意味なのか、ガチでそういうあれなのか。とりあえず怒涛の展開で吐きそう。事後におわせの時って、千里生まれた後だから、親代わり、私たちが作り上げた、って感じかね。ミカシンはもしかして、もっとプラトニックな交流だったのでは、とか思ってたが、バスローブ姿で全て吹き飛んだ。なんでベッドが、一つしかないんですかね。純粋な目。人工心臓ものあるあるの、誰かの心臓もらい受ける的なのないよね。誰も死なないよね。多分最後のケースが新しい人工心臓。今のやつは10年前ので、耐久性に問題があると当時言っていた。ここで殺さなかったのは、その新しい人工心臓と引き換えに、人を殺すことを要求して、千里の才能を世に届けさせようとしていたんだと思う。むしろ心臓交換を人質って選択肢を選んだことで、本来20までの寿命が伸びる可能性が出てきた。
ヨシさんの持ってたトランクケースに、最新の人工心臓が入ってることに、ヨシさんとシンジと吉松氏の魂をかける。真島が強奪して、千里に、心臓欲しけりゃかかってこいって展開か。ヨシさんが、というかエージェント才能判断の決定権持ってるぽいことが判明したね。やっぱ殺しの才能じゃなくて、誰かを助ける才能であることを示して、もう一回支援してもらうオチになるのかな。とりあえず思ったよりも絶望的な展開じゃなくて安心したぞ。殺しの才能が自分のせいで、救世主なんて麻薬の方向に、ねじ曲がっちまった時の気分はどうだったんだか。そりゃそれ以降、自分を忘れるくらいリコリスのドロップアウト年齢になるまで、近づけなくもなるわ。多分ヨシさんにも、自分が人を殺すのではなく、救う道を開いてしまったという意識はあったんだね。おそらくアタッシュケースに入っていただろう人工心臓も、千里が残り2ヶ月で人を殺しても殺さなくても、彼女の意志を尊重して託すつもりだったんだと思う。吉松氏もやっぱり千里に情が移ってるよね。ほとんど父親の目だもん。シンジに別の才能を証明して新たな心臓をもらうは、わかりやすい手ではあるんだけど、それはそれで千里にとっての新たな呪いにもなるんだよな。作中で一貫してるテーマの一つが、自分の意志で未来を選び取ることの重要性。だから、何かもうひとひねりある着地点を、用意してるんじゃないかと予想。アランを倒す、DA を改革する、が目的じゃなくて、千里を助けるが目的だからね。俺たちが気にするのは、千里と滝名の未来がどうなるかってことでいいんだ。諦めない滝名かっこいいよ。お前がナンバーワンだ。ほーら滝名が千里を救う目になったぞ。これで勝つる。勝ってくれ。アイキャッチ良すぎる。ヨシさんとの思い出の銃を抱えるロリ千里。銃と自らの腕を縛り付ける今滝名。かっこよすぎる。命のように過去の宝物を抱えるちび千里と、その宝物を縛ってたリボンで腕と銃を縛る滝名。芸術家？なんかおつやだけど、むしろ王道展開で予想より希望が見える展開じゃないか？雨滝名とかもっと暗い雰囲気かと思ったら、むしろ闘志燃やしててビビったんだけど。千里の心臓のことで、みんながもうなっちまったもんは仕方ねえ、みたいな空気の中で、どういうことですか？言い訳ないでしょって、一人だけ認めない滝名いいよね。滝名はもう誘われても、DA には戻らないだろうなが元々の予想だった。千里が助かる可能性があるなら、戻りますが正解だった。男や。これだけ映ったんだから、次回はバランサーの真島さんが、どうにかしてくれるんだよね。ねえ、信じてるからね真島さん。間違いなく真島はボスキャラだけど、視聴者視点からすると、ワンチャンくれる行動ばっかしてるから、感情がバグる。真島が何とかしてくれるってよりは、千里と戦うために吉松を利用するって感じだと思うんだけどね。人助けとかするタイプじゃないでしょ、彼。次のドンパチって、千里参加しないのなかなかきつそう。真島が何かしらで千里引っ張り出しそうよな。吉松さん人質にして、引きずり出そうとしそう。というか、アラン機関の吉さんとおばさん捕まえるとか、マジロボのペアすごいことしてんな。アラン機関側の謎のハッカーの件もあるし、吉さんが真島に捕まったのは、わざとのように思える。千里は寿命の件でも動じてなかったし、恩人の吉さんが人質になれば、動かざるを得ないからわざとかもね。今回のユリデート、千里が選んでくれた服で、千里が教えてくれた場所で、でも最後は自分で考えた場所で、千里との時間を楽しみたかったって尊すぎて辛い。滝名がどれだけ千里から、いろんなものをもらってきたのかわかるいい話だった。しおりも5話で、千里が作ってたやつを真似た感じなのよね。滝名らしく、カクカクしたような地詰めとかで堅苦しいけど、一生懸命作ったんだと思うとあまりにもけなげ。デートに千里に選んでもらったからって理由で、季節外れの服着ていく滝名可愛い。滝名が急いで移動するから、食べ物頬張りながらついていく千里可愛すぎるんだが、滝名が、慣れない休日のプラン立ててるのがグッときた。今度は水族館行けるといいね。お分かりいただけただろうか。背後に並ぶペンギンのぬいぐるみ。まるで4話の水族館での会話を思い返させるような姿が映っている。さらに手前のぬいぐるみ。フクロウと犬の姿が見える。アラン機関を象徴するペンダントのデザインはフクロウ。先週の滝名からの千里へのプレゼントは犬のストラップ。クレーンゲームを操作するのは千里。千里が選んだのは犬のぬいぐるみ。あ、滝名大好きじゃん。ここの滝名が、儚い美少女すぎるって話したっけ？アンニョイ滝名いいよね。
見てくれ、この完璧なスケジュールの最後に、雪が降らなくてしょんぼりする滝菜を。見てくれ、その後予定通り雪が降って、嬉しそうに千里の方を振り向く滝菜を。美しい。これ以上の芸術、あるんですか？ないです、断言。バカ言え。最終回でお互いに笑い合いながら、末永く未来を歩いていくんだろ。これこそ芸術。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。